基本的にエンジンっていうのはガソリンさえ入れ続ければもうそれこそ半永久的に回り続けるもんなんですよ。ただ人間はそれじゃあ使い勝手が悪いんで止まる時もあるし、また加速していく時もあるしっていう。でやむを得ずエンジンはこういう出力のエンジン作ったよって言ったらそれでずっと動き続けるだけの能力を持ってるんですね。でもそれじゃ使いづらいんでキャブレーターというものをつけて回転を変則的にしてるだけのことなんですよ。でもエンジンはそれ嫌がるの本当は。だから一番調子が出しづらいっていうのはアイドリングの時なんですよ。本当にここはもう高速でフルパワーで走りたいっていう時は皆さんアクセル目いっぱい踏むでしょ。キャブレーターは全開なわけですよ。これでトラブル起こるってことはまずない。全開なんでエンジンさえちゃんとしてれば。ところがキャブレーターのバタフライ蓋が閉じてきてあとわずかで閉まるというような状態、そこら辺から崩れ出すんですよ。きっちり調整してない車はバランスの悪さが全部出るんです。だから極端な話キャブレーターのアイドリング状態はばらついてても全開にしちゃうと関係ないんですよ。別な穴からもう強制的に必要量のガソリンが突出するんで微調整がどうのこうの関係ないんです。ところがアイドリングに戻ってくるとまさにちっちゃい穴からガソリンが出るんでバランス崩れてるともうゴソゴソしちゃうんですね。往々にしてあるのが海中に乗るためには、週1乗れないんであれば最低限それをやるといいですねってお話しましたけども、それに関連して例えば2000とは決して言わないです。1500でもいいんです。一定でダーッと回して、燃焼させてあげるわけですよね。今度皆さん試してみてください。ご自分の車で例えば高速道路に乗りました。今まで通りの乗り方で加速してはいじゃあ100キロに入りましたと。爆発してるところにカーボンがたまるようなことはしたくない。高速乗ったんだからカーボンを逆に除去したいと。走ることによってその時の要注意点はね、まずアクセルをバタバタやらない。100キロなら100キロになったらそれを一定速度でずっと走る。でその上で試していただきたいんですが、今まで自分の乗り方で100キロに到達しました。そこから意識してアクセルペダルだけを徐々に戻していってください。平坦な道であれば戻しても速度変わらないと思うんですよ。でもうちょっと戻してみる。わずかですよ。平坦な高速道路でキープしてる。でもうちょっと戻してみる。ここら辺でやっぱりアクセル戻してるから速度下がってきたな。試しでやってみたら戻せる猶予があると。これ踏みすぎてる証拠なんですよ。爆発室の中で余計にガソリン入れてるからカーボンの付着があるんです。逆に言うと平坦地で100キロなら100キロで最大限抜いた形戻した形で一定速度がキープできる。これ一番最低限の効率の燃料のぶち込み方なわけですよね。それを30分1時間距離によりますけどもそれがキープできてると乾いた状態で乗れますからカーボン全部飛んでくるんですよ。でよく駐車場でねカーボン飛ばすんだっつってエンジンかけてブリッピングっつってワンワンワンって煽る人いますよね。それから止める時にどこでそんなの聞いたの覚えたのワンワンってやる人いますよね。あれまるで逆。余計なガソリン吹き込んでるわけですからカーボンはどんどん付着していくに過ぎないんですよ。だから僕はエンジンかけると絶対煽んないですよ。それから止める時も絶対煽んない。プツッと止めるだけでクラッチミートしてそろそろって走り出す時もワンワンワンってやって走り出すんじゃなくてある程度回転をわーって上げながらあとはクラッチで調整していくと。余計なガソリンは入れない。それが燃焼室をいかにカラッとプラグ抜いてももういい焼け具合ですよ。くすぶってもいないしカラッとしてる。これが調子いい証拠ですね。みんな踏みすぎてる。エコにもつながりますよ。今の話はね25、6年になるかな。ある
東京の名メカニックから聞いた話なんですよ。で初めは何言ってんの、嘘でしょと思ってたの。でその話を聞いて、どうも悪いことの話じゃないし、やってみようっていうんで、自分で高速道路乗った時にね、それやってみたんですよ。間違いなくそうなんですよ。そのメカニックはアルファに精通したチューナーなわけですよ。しょっちゅうエンジンをフルオーバーホールしてるわけ。シリンダーヘッド外せばカーボン付着してるから、それを落とすのも大変なわけですよ。なんでみんなこんなカーボンくっつけんだ。それはゼロにはならないけれども燃やしてるんだから。でも最低限の付着量っていうことも少し頭に入れたらどうだと。じゃあそのためにはどういうことなのかっていうんで整理していくと、踏み過ぎなんです。